皆さんごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースです。先日ウクライナ軍がイギリス、フランスから供与された巡航ミサイルを使ってロシア海軍黒海艦隊に所属する大型揚陸艦に対する攻撃を行いました。この攻撃は大成功し、その後どれほどの被害を与えたのかについても続報が入っているのでお伝えしようと思います。また最近南部戦線にアメリカ、ドイツの供与した対空ミサイルシステムパトリオットが展開されることにより、ロシア軍戦闘機が次々と撃墜されるといった出来事がありました。これに関連してのニュースとして、日本がパトリオットミサイルについてアメリカに販売する話があり、それに対してロシアが日本に対する警告を送っているので、そのことについても取り上げていきましょう。というわけで今回ご紹介するウクライナ情勢のニュースはこちらです。1、巡航ミサイル炸裂。ロシア軍の大型揚陸艦爆沈。2、パトリオットミサイル。日本がアメリカに輸出。ロシアによる日本威嚇。3、ロシアの雑な偽情報。F16 戦闘機を撃破。この3つの話題について取り上げていきます。まずはウクライナ軍による巡航ミサイル攻撃。クリミア半島のかなり奥地にあるフェオドシアにある港に停泊している大型揚陸艦に対する攻撃が成功しました。攻撃が命中した大型揚陸艦はこちら。巡航ミサイルの攻撃を受け炎上しました。なお、こうした巡航ミサイルはもはや時代遅れだとする意見が日本の SNS 上では見られますが、実際にこうしてロシア軍の軍艦に命中していることからも、巡航ミサイルはまだまだ現役の兵器であることを証明しています。また続報として入っているのが、この港に対する防空網はしっかりと整備されていたというのが指摘されています。町から2キロほど離れたところにロシア軍の対空ミサイル S400 が陣取っており、この地域に対する攻撃を警戒していたのです。ところが実際に攻撃は成功しました。このことが示すのは、ロシア軍の対空ミサイル S400 の性能が低いのか、それとも欧米から供与されている巡航ミサイルの性能が単に高性能だから防空網をすり抜けたのか、どちらかです。全くの別の話として、ロシア軍の兵士が寝ていた可能性も一応はあります。そして大型揚陸艦には多くの弾薬類などが積まれていたこともあり、大爆発を起こしました。翌日の港の様子。この写真を見ても先ほどの船が写っていないなということがお分かりでしょう。私もこの写真を見た時、船は一体どこに行ってしまったんだと思うわけですが、写真の下の方、何やら黒い物体がいくつか点々とあるのが、これが船の残骸だそうです。残骸の検証。それぞれの色のついた枠内が元々の姿と残骸との対応となっています。あまりの爆発によって船は全く原型をとどめていません。こうなった理由というのが、この大型揚陸艦が輸送船として用いられ、船には砲弾と多連装ロケット用のロケット弾がかなり満載状態だったようです。これだけの爆発が起こったがために、兵士も2桁台の死傷者が出たと言われています。しかし、こうした続報が出てもなお、ロシア軍側は被害は大したことはない。また、こうした攻撃を行ったウクライナ軍の戦闘機も撃墜して大きな被害を受けたのはロシアではなくウクライナだと強がっています。しかし、現在の状況からすれば黒海艦隊の軍艦は減り続けています。現在黒海に出入りすることができる軍艦は基本的にはありません。トルコがボスポラス海峡を封鎖しており、民間船は通るのは良いのですが、軍艦については通行を認めていないからです。また、大型揚陸艦と聞いて、ロシア軍がウクライナ西部に上陸作戦を行うことがないんだから、もはやこのような艦は何ら戦況に与える影響がないというふうな説明をされる方もいますが、これも間違いです。大型揚陸艦が現在は輸送艦として用いられていることがはっきりしたわけであり、輸送任務を担っていた船が一隻沈むということは、それだけの輸送量が失われるわけですから、兵隊の負担が増すこととなります。もちろんこれ一隻を落とすことによって戦況全体に対する影響が大きく出るわけではありませんが、失われた輸送能力が戻ってくることはもうありません。次にパトリオットミサイル、日本がアメリカに輸出。ロシアによる反応を見てみましょう。ロシア、日本に深刻な結果と警告。パトリオットのアメリカ輸出。日本がアメリカライセンスで生産する地対空ミサイルパトリオットのアメリカへの輸出を決めたことについて、ロシア外務省のザハロワ報道官は、日本が輸出したパトリオットは
最終的にウクライナに渡る可能性があり、そうした事態が確認された場合は、ロシアへの敵対行為とみなされ、二国間関係において日本に最も深刻な結果をもたらすだろうと警告した。日本を威圧し、ウクライナ支援の見直しを迫る思惑とみられる。日本政府は22日、防衛装備品の輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、ウクライナに渡らないことを前提に、パトリオットのアメリカへの輸出を決定。パトリオットをウクライナに供与しているアメリカの在庫を補充することで、間接的にウクライナを支援する狙いがある。パトリオットミサイルは、ロシア製の対空兵器よりも高性能で、登場してからすでに年数は経っていますが、順次バージョンアップが図られて、対空兵器としては世界最高峰だと言われています。対空ミサイルの場合であれば、射程160キロ圏内の兵器を撃墜することができます。また、PAC-3 と呼ばれる弾の場合であれば、弾道ミサイルについても対処することができます。日本においてはこの PAC-3 を用いて、例えば日本に飛来する長射程のミサイルを撃墜する、そうした用途に用いられることが一般的に知られています。ロシアは日本がアメリカにパトリオットミサイルを輸出することによって、最終的にはそれがウクライナに渡るから、ロシアとしては脅威だから日本にそんなことはやめろと言いたいのでしょう。しかし、形式上においてはロシアの懸念は当たりません。なぜならば、このような3点方式の軍事支援というのはこれまでも何度となく他の国はやってきました。例えば韓国の場合であれば、砲弾100万発をアメリカに納入するといったことを行っており、アメリカはウクライナに砲弾を供与する。一方において在庫が減ったからそれを韓国製の砲弾で補充するといったやり方をしています。だからといってロシアが韓国に対してその砲弾はウクライナに渡る可能性があるんだから韓国に対して何かやるぞと言ったとしても実際には何もやっていません。いわゆる口だけの警告です。今回のロシアによる日本に対する脅迫というのも基本的には口だけでしょう。逆に何かをしたとすればそれに伴って日本側が態度を強硬化する可能性の方がむしろ高いと思います。例えばロシア産のエネルギー資源であるとか鉱物資源であるとかそういったものについて日本にはもう渡さないといった話などをすればもちろん価格高騰といった問題は発生しますが、じゃあもう売ってくれないんだったら他のところから安定供給を目指そうという形になって日本という顧客を失うこととなります。これはまたちょっと変な話ではありますが、日本の場合だと長期契約といったものを非常に重要視していて、中東原油などを本当に長い間買い続けるといった現象を起こしています。ですから一旦ロシアがもう売らないという話をしたら、それに代わってどこかの国が非常に長期間日本と契約を結ぶこととなり、ロシアとしても非常に痛いこととなるわけです。ですから警告はするんだけれども実際には動かないといったこととなるでしょう。もちろんこうした日本の姿勢についてはまだまだ多くの課題を抱えています。特に原油の場合だと中東依存が異常に高い状態が続いており、もっと各国に分散する必要があります。またそうしたエネルギー資源が海外からの輸入に頼っているという最大の問題は第二次世界大戦当時の頃から全く変わらずむしろ悪化しているとさえ言われています。このような状況から少しでも離脱するためには現状では原子力発電所を最大限活用すること、そして将来的には核融合発電を目指すといった道が考えられます。もちろん核融合発電は今すぐの話ではなくて、ざっくり言って40年50年先を目指す話なので今すぐどうこうできるわけではありません。しかし国家は100年200年先を見据えて行動すべきであり、そうした意味で核融合発電を目指すというのは科学立国である、そうしたある程度の工業力がある国においては目指すべき技術であることは間違いありません。そしてパトリオットミサイルをアメリカに販売するにあたって日本は国内でも問題を抱えています。それは従来の防衛予算内で備蓄されていた弾薬量があまりにも足りないという問題です。アメリカに対してパトリオットミサイルを輸出する、そうなっても在庫がもともと少ない日本の場合だと日本の防空能力が低くなってしまうといったことが指摘されています。これはある程度の兵器については数を揃えるし人員についても整えているんだけれども、長い間戦うことを想定していなかった、もしくは予算不足だったといったことが以前から指摘されていて、日本の継戦能力は1ヶ月も持たないと言われていました。ロシアによるウクライナ侵略では戦争がもはや2年目3年目4年目と続く可能性すらあるのに、日本においてはそのような長期戦を想定した準備というものが全くされておらず、ただ
戦いが一当たりしただけで終わるような期間しか想定していなかったというのです。岸田政権になってようやく防衛予算がつくこととなり、武器弾薬の貯蔵についても1兆円の割り当てがされています。これに伴って武器の貯蔵庫を増設し、それに伴って多くの弾薬類を蓄えようとしています。アメリカからパトリオットミサイルを販売してくれという話になって、これから製造に当たるわけですが、おそらくはウクライナに供与した分を埋め直すだけでも相当量必要ですから、日本国内で生産するパトリオットミサイルが日本の備蓄分に回るにはちょっと先になるかもしれません。ただ、以前からこのチャンネルで説明している通り、侵略している国のその狙いというものが達成されることの方が、むしろ中国がさらに図に乗る可能性がありますから、今はウクライナに対して優先的に弾薬類が渡った方が、結局のところ最終的には日本にとっても良い状況を生み出すことができるでしょう。また、生産要求が入って実際に製造が軌道に乗ってくれば、日本が必要とするときも、その量産体制のまま移行することができますから、今は備蓄ができなくても、生産し続けてアメリカに供与し続けるといった体制があるだけでも、私は良い兆候だと思います。さて、パトリオットミサイルのですが、わずか3日間で1機70億円するスホーイ34を4機撃墜したといったことは以前お伝えしました。その他の戦闘機も合わせると3日間で5機のロシア軍戦闘機が撃墜されています。このような状況に対してロシア側からは、我々ロシア軍も欧米に対して一撃を与えたのだといったようなデマが流されています。ウクライナオデーサで戦闘機 F16 が破壊されたとするロシアの偽情報を否定。ウクライナはロシアが拡散しているオデーサで戦闘機 F16 が破壊されたとする話は偽情報だと発表した。発表には、ロシア軍はウクライナ軍の中にいるスパイが提供したとするオデーサにて破壊された航空機 F16 の写真を拡散している。こちらの写真がウクライナ南部貿易都市オデーサにて欧米から供与された戦闘機 F16 が黒焦げになったとされる写真です。この写真は全く事実と異なるといったことが指摘されています。記事の続きを読みます。ロシア軍は物語を書いて、それでロシア国民に提供する達人だ。ロシア人たちは12月中旬の飛行機の背景に緑の葉が茂っていることは気にしない。インターネット上では全ての嘘が見つけられるということを彼らは分かっていないと表明した。指摘されているように画面奥側、どこをどう見ても冬とはちょっと思えないようなほど下の色は緑色です。そして、ロシア側が拡散している写真は、2018年10月12日の VRT ニュースの記事に出てくる写真で、それはベルギーのナミウル州にあるフローレン飛行場で軍の訓練用弾薬に当たって炎上した F16 の事故写真だと説明している。ロシア軍は自軍航空機の損失から国民の注意をそらさなければいけなくなっているのだと指摘されている。ウクライナ空軍は25日、戦闘機スホーイ34とスホーイ 30SM の計2機を撃墜したと発表した。また22日にはウクライナ南部にてスホーイ34を3機破壊したと発表していた。インターネット上には様々なデマやフェイクニュースが流れるものです。しかし、それらについても多くの人々が騙されたと思うようなものから、一目見ただけで、いやそれおかしいでしょうとツッコミが入るようなものまで、レベルは様々です。最近だと生成 AI の登場によって、全く現実には存在しないような光景についても、生成 AI が見た目は嘘か本当かわからない非常に高いレベルの写真もしくは映像などを作り出すことがあります。そうしたわけでフェイクニュースやデマといったものに引っかかる可能性というのはだんだんと上がっている問題があるのですが、少なくともロシア軍の流すこうしたデマ、フェイクといったものはあからさまにレベルの低いものがあって素人でも分かりやすいです。この記事の中で指摘されているように今回の写真はそもそも元となる写真が存在したものを丸々パクって説明文だけ変えたという非常に素人臭いやり方をしています。ですからあっさりと見抜かれているわけです。ただ同時にこのようなあからさまに間違っていると指摘されるようなレベルであったとしても、ロシア国民向けのプロパガンダとしては別にそれで構わないという事情があると指摘されています。客観的に第三者として見た場合においては非常に稚拙で雑なものであったとしても、
ロシア国民向けであれば、それでも信じてしまう人たちが多いというのです。なお、そもそも論として一つ指摘しておかなければならないのは、まだ F16 はウクライナに供与されていません。ですから、どんなにロシア軍が F16 を撃破したと宣伝したとしても、そもそも存在しないものを撃破したと言っている時点で、おかしな話だと気づかなければなりません。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナ軍の攻撃によって、ロシア軍の大型揚陸艦は爆散しました。もはや残骸はちょっと何者かわからない程度まで吹っ飛んでいます。そしてロシア軍の戦闘機が次々と撃墜されたその原因として考えられるパトリオットミサイル、これについてアメリカの在庫が減ってきたことに関して日本がこれを埋め合わせるための生産を行おうとしています。生産に時間がかかることから日本の在庫を足す話も出ており、これに伴って日本の防空能力の維持にも少し懸念があります。ただアメリカにパトリオットミサイルを渡すなんてとんでもないぞみたいなことを言うロシアの脅しは全くの口だけでしょう。むしろ脅しているロシア軍の極東地域の戦力は大幅に減少しています。そのため他の国との合同訓練などにおいては航空ショーに用いる戦闘機を軍事訓練の場に派遣するなんていう話もあって、ロシア軍の軍事力は今ウクライナにしか向いていない状況です。だからこそロシアの国力を削ぎ落とし、侵略する国は手痛い打撃を受けるのだという教訓を刻みつけるのが重要だと私は思います。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。